トイ愛好家の皆様、こんにちは。ウルトラマイクロマニアックスです。今日は、手ついたパート2様から、JX-D518 トラッカー GPS モデルをお預かりしましたので、私、OEA がレポートの続きをお送りします。いつもの当チャンネルの動画フォーマットとは違いますが、初めてのコラボ企画、初めての試み、ということで、ご理解をいただきたく存じます。箱出しをしてみると、とっても既視感がある機体ですね。まず、送信機ですが、この形、どこかで見たことがあります。そうです。ワルケラ社のデボ 7E にそっくりなんです。比べてみると、大きさ、形、ボタン配置や各部の造形など、何から何までそっくりです。裏面は、BEV 用にあるラバーの膨らみ、ステーベースや端子用ホールなど、大陸の民族らしい、気概を感じられる、職人的クローン魂が見られます。しかし、ハンドルステーは省いたのに、ベースの膨らみの造形を残すのが謎です。さて、機体の方も見ていきましょう。タロット社の BBAT2 によく似た葉巻型のボディとカメラフェイスを持ちますが、ローターアームは、ハブ3社の H502 にそっくり。表面のテクスチャーは綺麗で、ラバー張りのボディカバーも手触りが良く、クオリティは、なかなか高いな、と思います。このドローンは、操縦を付属のコントローラーで行い、FPV 映像は、専用のスマートフォンのアプリで視聴しますが、JX-D GPS で検索すると、該当のアプリが出てくるのですが、詳細も説明も、一切なしという、すがすがしいくらいのやっつけ感。私は、iPhone しか所有してないので、Android 版アプリは知らないのですが、同じように、やっつけ感満載なんでしょうかね。さて、アプリのインストールが完了したので、早速機体とバインドしてみたいと思います。バッテリーを接続し、機体に通電させ、Wi-Fi 経由で機体に接続します。取扱説明書には、Wi-Fi、UFO ほにゃららに接続しろ、と記載されていますが、実際の SSID は、Wi-Fi ほにゃららなのですよ。接続できない方は、確認してみてくださいね。この機体の SSID は、Wi-Fi 347FC4 です。この SSID は機体ごとに固有なので、暗号化されてない、鍵マークなしの SSID から探してくださいね。さて、接続できたら、アプリを起動します。画面の左にあるボタンを押して開始しますが、これって、スタートのタイプミスでしょうかね。さて、機体のカメラとバインドが成功しました。このカメラは、HD 画質といっても 720p で、昨今のドローンとしては、並以下ですが、110度の広角レンズ搭載なのは本気だけ、とても素晴らしいです。また、伝送される映像は画質も良く、電波状態が良好ならば遅延も少ないので、スマホを HMD 化するゴーグルを使うと、FPV がはかどりそうですね。それでは飛行させてカメラ映像を見てみましょう。今回は、ライバルになりそうな、ハブさん、H507A と H216A も持ってきました。はい。
GPS14 個いいんじゃないでしょうか。まずは付属のバッテリーで初飛行に挑もうと思います。それでは行きます。アーム、ディスアームのテストをしておきます。もう一度、モーターオン。モード2なんだっけ。今さら、送信機がモード2であることに不安になってますわら。撮影開始。そして離陸してみましょう。なんだか離陸ボタンと同時に跳ね上がる。なんともデリカシーの欠けた離陸ですね。甲板から滑るように離陸する映像を撮りたいと思ったので、撮影者もろともギリギリまで下がろうと思った。その時、見ましょうかね。ああ、勝手に。何もしてないよ。送信機は警告アラームオン。機体は RTH モードですっ飛んでいきました。途中で RTH をキャンセルし、操縦して着陸を試みますが、スロットルの応答が雑すぎて難着陸できません。飛び始めて1分でこの警告音の原因は、機体バッテリーの残留低下アラームでした。困りますね、それ。気温-1度、初飛行だったこともあり、準備に手間取って、バッテリーを冷やしてしまったのかもしれません。今の飛行を機体映像で見てみましょう。ワイドアングルの画角映像なので、視野が広く没入感が抜群ですね。コントラストが強め、色付けも強め、塔なども白飛びしちゃってるなぁ。でも、720p カメラだと思うと、映像品質は良好ですね。雑な着陸完了。この日、H502S バッテリーを使って、もう1本飛ばしました。同じ時間に、ハブさん、H507A、H216A、H501A も飛行させたので、それぞれのカメラ映像をまとめましたので、ご覧ください。こうして見ると、720p でも解像度感が高くて綺麗です。ただ強い色付けや、高すぎるコントラスト値、ホワイトバランスが合ってないなど、残念な部分もあるので、ND フィルターなどを取り付けて撮影したいですね。
ご視聴ありがとうございました。そうそう、ハブさん1502のバッテリーが使えますよ。サイズは全く同じ。重量はわずか 0.6g の差なので誤差レベル。